はい、鳥犬チャンネルです。だいたいいつも週末ぐらいをね狙ってアップしてるんですけど、ちょっと先週はお休みさせていただきました。はい、それでは今回はエルガイムの続きからですね放映させていただきたいと思います。今回は前に作ったものの完成品の紹介になるので、すいませんが制作動画を期待されている方は残念なんですけどね、完成させたものをちょっとバラした状態でお見せしたいと思っております。はい、まずはねパッケージの方の紹介なんですけど、こういった感じになります。これね若い頃どういじったらいいのかわからなくてね、あんまり買ったままでねちょっと手は出せなかったんですけれど、おっさんになってからね作りました。はい、パッケージはねこんな感じでギャブレが乗ってたんですかね、ライバルのね。はい、アシュラテンプル、このねサーカスバインダーが特徴的ですね。このねピンク色っていうのがねまた色が難しいで、ちょっとボックスアートね誰かなと思ったんですけどね書いてなかったんですよね。どなたが担当されたんでしょうね。アシュラテンプルオリジナルのデザインの方はね、その昔模型情報かな、あれの裏になんか書かれてましたよね。ただサーカスバインダーはなかったかと思います。はい、このようになっておりまして、側面ねサーカスバインダーとランチャーが2つついております。サーカスバインダーがね VR トールとかにもくっついてね特徴的っちゃ特徴的な武器ですよね。これがねまた後々にね、長野守さんの5ザストーリーでもねアシュラテンプル、背中がねすごいでっかい爪型になって肩に収納されるっていうのにデザインがねブラッシュアップされていったものになります。はい、これね胸が開いてねミサイル出てますけど、これは選択式にプラモデルはなっていました。そしてバンダイのプラモデルの当時のエルガイムシリーズといえばねこういうファイルがついておりました。はい、アシュラテンプルの方もちゃんと残してあったのでお見せすることができます。このようなね設定画がついててねファイリングできるのがなかなか当時としてはね嬉しいおまけでしたね。はい、それでは分解をしてまた組み立てしながらどういう改造したか紹介したいと思いますけど、顔がね結構ね後で気づいたんですけどねモーターヘッドの顔してますよね。はい、で足首なんですけどね、ここ曲がらなかったところは寿のね、パーツを使って回るようにしました。でここはねボールデンアームズのちっちゃいやつ使ってここの可動ができるようにしております。はい、でここねポリ軸入れてこのように回転軸を入れてあげております。はい、そして膝なんですけど、本当はねここはもう何もなかったとこなんですけど、ごちゃメカのパーツをね入れてあげまして、で横のねこちらですね開くようにしてあげました。設定画ではね開くんですけどね、でここのシリンダーも本当は2本あるのかな1本なのかな、ちょっとそこは詳しく分からなかったんですけど1本にして、このようにつけてます。でこれ何かっていうと100分の1のフルアクションのエルガイムの、ね、ジャンクパーツになったものを持ってきております。で上が今はめようとしているところは 2mm の寿の、ポリキャップの軸を使っております。でこのようにね開閉できるようにしております。はい、で膝もねこのように関節入れて曲がるようにしてます。 2mm の軸でね動かすようにしました。はい、でここ 3mm 軸のところを足首はめ込んじゃいます。そして膝ですねこちら、はい、ここもね 3mm 系のおっと折れましたね。こういうこともたまにあります。折れたというか多分ね接着してつけてたんでしょうけど外れました。でちょっと直してあげます。で直したものを突っ込むんですけどね、はい、このようにしてあげます。本当はねこれパイプ2本入れた方がいいんですかね、緑のだとね。後でちょっと気づいたんですけどね。はい、そして股関節、これもボールデンアームズのボールジョイントのとこ入れてますね。ちょっと切ってね股関節が干渉しないように左右入れないといけないのでちょっと短めにしてあげてここに、はめ込んであげます。こちらもそうですね。で股関節の止めてるやつですね、軸を止めてるあれは
家サブのヘキサのやつですかね。あれ確か使ったと思います。ちょっとね時間も経ってるんで記憶がちょっとあやふやなんですけど、はい。で左足も同じように組み立てていきます。ちょっとねシリンダーが入りにくいんでフルアクション L ガイにも使った、シリンダーです。はい、今考えるとねもったいないことしたなと思うんですけどね、ちょっとねフルアクション L ガイムが、2個1で作って1個余ってたのかな。それを確か使ってたと思います。はい。でここの股関節ですね、ボールデンアームズで止めるようにしております。関節技なんかもねよく使うことあるんですけどね、家サブさんのねちょっとあれねちょくちょく割れたりするんで、この時はボールデンアームズをチョイスしたなっていう感じです。ボールデンアームズだとねやっぱちょっとね緩いんでね、ちょっとそこがね難点かもしれないです。はい。で銅もくっつけちゃった後ですね。はい。銅は分割しておりました。ヒートペンで工作しております。でこれ首のとこですね、首も別パーツでねこのように編み込んであげました。はい。今ね首をなんとかしようと胴体に入れてるところです。で後ろのコードがね、ちょっと画角外れてますけどね飛び出るんでピンセットでつまんで入れてあげてます。このねコードの表現はねほんと長野さんらしい表現ですよね。なんかね髪の毛みたいですよね。はい。でこの胴体をつないであげます。つなごうとしてるんですけどうまいこと入らないのでどうしようかなと悩んでたら、左足がちょっと外れちゃったって感じですか。はい。でここのねお腹の今外れましたね。ジョイントはウェブさんのボールジョイント持ってきてますね。お腹のところの中心にプラパン入れてあげて止めてあげてるって感じですね。刺して、はい、このようになります。背中のブースターもですねやっぱ長野さんらしいデザインですよね。はい。で腰もこのね曲線がいいですね。はい。肩ですね、肩もこのようにもともと差し込みだったかな。で軸を利用して、ポリキャップを入れたいう感じですね。で軸の大元のとこですね、それ、ポリキャップの軸 3mm 軸を入れてあげたい。で腕がねここダブル関節にしてみたんですけれど、でチューブはね中にちょっと、金属線入れて無理やり二の腕にはめ込むようにしてあげました。でここの二重関節何かいうと海洋堂さんのねボールジョイントリボ級のダブルジョイント持ってきてますね。でそれを、真ん中にある、ブロックですね、あれにもう挟み込んであげたっていう感じです。はい。でここの中腕もね取り外しできるようにして手のひらもちょっとヒートペンで開いてあげてちょっと表情つけてあげたっていう感じでございます。はい。肩はこのように差し込みます。全部ポリキャップにそこは変えてますね。もともとのね、ポリキャップはもともとないので、プラ軸のところをポリキャップに変えてあげたいう感じで交換しております。その方がね塗装もしやすいですからね。はい。このような分割にしております。で肩もこのような分割、はい。で差し込むとこんな感じですね。はい。で背中のねアームですね、背中というか肩ですね、肩のアームで、はい。ここはねもうプラの差し込みです。もうそのままですきっと。はい。このようにしてます。なんでねちょっとねもうへたりが来ちゃってねあんまり保持がうまいことできないんですけど、で今刺そうとしてるとこね間違えててね、ブースター背中のランドブースターの穴に刺そうとして間違えてますね。はい。本当はね肩のとこですね、これはいけない例です。はい。これが正解です。はい。このように差し込みました。はい。そして左の、はい、
アームもくっつけます。はい、このようにしますね。ここがね、でも本当にね、ちょっとね、保持力なくなってきますね。まあ、昔のキットだから仕方ないですけどね。で、ランチャーですね、パワーランチャーの方ですね。それは2つもともと入ってまして、真鍮線で穴に差し込むように改造しております。で、ここの保持はね、ネオジムで、磁石ですね。磁石で、くっつくようにしております。腕の中に磁石仕込んで、ランチャーの中にも磁石仕込んで、取り付けするようにしてます。はい、でね、ちょっとコードが抜けやすいんでね、困っておりますね。はい、これでほぼ完成なんですけど、また抜けましたね。まあ、どうしてもね、仕方ないですね。はい、あっちを入れるとこっちが抜けるというのもあるあるなんで、はい、難儀はしております。ピットのりかなんかつけてね、脱着できるようにした方がいいかもしれないですね、ここね。はい、これでほぼ完成になります。はい、そしたらまたね、背中のバインダーが外れてるというね、まあ、アクシデントもありでございます。はい、若い頃はちょっとね、これ触るの難しかったんですけど、年取ってなんとか作れたよっていうキットになります。このピンク系の色はね、難しかったですね。なんかいろんなもん混ぜて、ちょっとはっきり何色使ったか覚えてないんですけどね、結構いろんな色混ぜたかな。はい、出来上がりです。